優れもん自動車用品の久世です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、カオーディオ音質向上。過去動画で純正スピーカーからカロッツェリアカスタムフィットスピーカーに交換してドアをデッドニングしましたわ。今回は純正 CD プレイヤーからハイエンド CD プレイヤーに交換するのだ。 JBL のスピーカーケーブルに引き直すのとエーモンのリレー付き電源ケーブルで抜直するのよね。そうなのだ。 CD プレイヤー交換、スピーカーケーブル交換、 CD プレイヤー電源の抜直、音は良くなるのか音質比較をするのだ。カローラアクシオ5速マニュアル、トヨタ純正 CD プレイヤーです。純正 CD プレイヤーの音質、リニア PCM レコーダーで録音します。 CD プレイヤーを交換します。センターパネル外します。内張り剥がしを使います。センターパネルとダッシュボードの隙間に内張り剥がしを差し込みます。センターパネルの下側、はめ込みが外れました。センターパネルの上側、はめ込みを外します。傷防止のためクロスを使います。センターパネル外れました。ハザードスイッチコネクター接続を外します。外気内気の切り替え、風量調整、エアコンスイッチのコネクター接続を外します。吹き出し口切り替えケーブルを外します。ヒーターコントロールケーブルを外します。センターパネル外れました。 CD プレイヤーの取り付けビス4箇所外します。 CD プレイヤーのコネクター接続を外します。ラジオアンテナ接続を外します。この車にはラジオアンテナのブースターがついています。右側ブラケット外します。左側ブラケット外します。20年前のケンウッドハイエンドモデル CD/MD プレイヤーです。音質向上のため内部のオペアンプ IC を変更している改造品です。ブラケットを取り付けます。3箇所のビスを均等に締めます。左側のブラケットを取り付けます。 CD/MD プレイヤーの電源ハーネス、トヨタ用のオーディオハーネスが別途必要です。 CD/MD プレイヤーのハーネスとオーディオハーネスを接続します。黄色はバッテリー電源、赤色はアクセサリー電源、黒色はアース線端子を加工しています。左右のフロントスピーカーケーブル、左右のリアスピーカーケーブル、イルミネーション電源、今回は接続しません。フロントスピーカーケーブル接続しました。この車にはリアスピーカーがついていませんので接続しません。オーディオハーネスと車両側ハーネスを接続します。ダッシュボードのフレーム、金属部分にアースを接続しています。アース線を接続します。ラジオブースターがついている場合は必ずアンテナコントロールを接続します。アンテナコントロールを接続しないとラジオの感度がかなり悪くなります。ラジオアンテナ端子を接続、 CD/MD プレイヤーのハーネスを接続、 CD/MD プレイヤーをビスで固定します。純正 CD プレイヤーとハイエンドモデルの音質比較のため録音します。
次はスピーカーケーブルを変更します。インナーハンドルのカバーを外します。ビスを外します。グリップのカバーを外します。ドアガラスは閉めておきます。パワーウィンドウのスイッチを外します。ビスを外します。ビスが抜けないのでマグネットピックアップツールを使います。ドア内張りのはめ込みを外します。ドアロックとインナーハンドルのワイヤーを外します。ドアの内張り外れました。スピーカーの取り付けビス3箇所外します。スピーカー端子の接続を外します。車両側のスピーカー線は使わないのでコネクターを結束バンドで固定します。 JBL のスピーカーケーブル片側 2.5 メートルです。矢印は方向性の表示です。矢印の先がスピーカー側になります。ドアと車内の間に配線が通っているゴムブーツにスピーカーケーブルを通します。グローボックス外します。A 門の配線ガイドです。配線を通しにくい狭いところに使用する便利工具です。配線を引っ掛けるワイヤーループです。配線ガイドの先頭部分です。プラスチック製ではなく太い針金のような配線ガイドです。配線ガイドの先頭部分をドア側のゴムブーツに差し込み通します。ゴムブーツ内に配線ガイドが通っています。室内側に通りました。太いスピーカーケーブルを通しやすくするためブーツのはめ込みを外しました。シリコンスプレーで滑りを良くします。スピーカーケーブルの方向性を確認。取説にはワイヤーループにケーブルを通して引っ掛けると書いてあります。スピーカーケーブルが太すぎるのでビニールテープで固定しました。シリコンスプレー。配線ガイドを室内側に引っ張ります。スピーカーケーブル通りました。ビニールテープをカットします。ゴムブーツを取り付けます。スピーカーケーブルにスピーカー端子を取り付けます。 A 門の平型端子です。大きい方がプラス端子、小さい方がマイナス端子です。端子のサイズが合っているのか確認します。はめ込みが硬いのでスピーカー側の端子を壊さないように注意です。端子のサイズは合っていました。スリーブが入りません。収縮チューブを使うことにしました。電光ペンチでケーブルの被覆を剥きます。ケーブルに平型端子を取り付けます。平型端子の導線部分をかしめます。次は被覆部分をかしめます。ヒートガンで収縮チューブを温めます。スピーカー端子完成しました。スピーカーケーブルがドアガラスと干渉しないように対策します。結束バンドでスピーカーケーブルを固定しました。スピーカー端子を接続します。スピーカーをインナーバッフルに取り付けます。スピーカーケーブルを結束バンドでダッシュボード内に固定しました。 CD プレイヤー側リボシ端子を付けました。 CD プレイヤーのスピーカー線と接続しました。フロント右ドアスピーカーケーブル通しました。ドア内張りを取り付けます。スピーカーケーブル変更後音質を録音します。
CD/MD プレイヤーの左右に隙間ができてしまうのでワイドパネルを取り付けます。最後は A 門のリレー付き電源ケーブル、バッテリーから直接電源を取るバッチョクです。 30A のヒューズです。4極のリレーです。内部にコイルとスイッチがあります。アクセサリー電源の入力端子、アース線、黄色はバッテリー常時電源、赤色がアクセサリー電源の出力端子。バッテリーのプラス端子に 30A ヒューズ付き電源コードを接続します。電源コードの長さは3メートルあります。エンジンルームから室内に配線が入っている箇所があります。この部分から電源コードを通します。バッテリーのマイナス端子を外します。プラス端子を外します。作業をしやすくするためバッテリーを外します。エンジンコンピューターのカプラーも外しました。ゴムチューブをカットします。電源コードを通します。シリコンスプレー。バッテリーから太い導線で直接 CD プレイヤーに電源供給できるので音質向上が期待できるわね。その通りなのだ。車の電源スイッチをオフにすると CD プレイヤーの電気を遮断できるようにリレーがついているのだ。電源コードを室内から引っ張ります。バッテリーのプラス端子に電源コードを接続します。結束バンドで固定します。30A のヒューズも結束バンドで固定しています。別売りのコルゲートチューブを電源コードにかぶせました。エンジンコンピューターのカプラーを接続してからバッテリーを取り付けます。プラス端子を接続、マイナス端子は配線作業と最終確認が終わってから接続します。電源コードをダッシュボードに固定しました。スピーカーケーブルと電源コードはノイズ対策のため近づけないようにしています。リレーのアース線を接続、リレーを結束バンドで固定しました。電源コードとリレーの常時電源を接続、リレーのアクセサリー電源出力と CD プレイヤーのアクセサリー電源に接続、電源ケーブルの常時電源と CD プレイヤーの常時電源を接続、リレーのアクセサリー電源入力とオーディオハーネスのアクセサリー電源を接続します。アンテナコントロール線とアース線はそのままつないでおきます。オーディオハーネスと車両ハーネスを接続、配線の接続終わりました。バッテリーのマイナス端子を接続、 CD プレイヤーを取り付けました。音質比較の録音です。
純正 CD プレイヤーからハイエンドモデルに交換して解像度が高くなり細かい音が聞こえるようになったわね。中域に厚みが出て音が立体的になったのだ。高音もよく伸びるようになったわ。 JBL のスピーカーケーブルに変更して低音の音圧が上がり音量が大きくなった感じなのだ。耳に刺さるようなきつい音にならなくてよかったわ。太い電源ケーブルで抜直をして音がしなやかになり聞きやすくなったのだ。太い電源ケーブルで音がキンキンすると思ったけど違ったわ。リアルな音になったのだ。改善点はドアの静心材を薄くて軽いタイプに変更した方が良いかもしれないのだ。左右のドアをスピーカーボックスのようにもっと響くようにした方が良いということなのね。その通りなのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。僕からもお願いしますなのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。